こんにちは、つんです。以前からの友人で YouTube チャンネルワンルームで2人暮らしの大木名春子さんに誘ってもらったので、IKEA の新商品発表イベントに行ってきました。今回発表された IKEA PS2026 コレクション。IKEA ファンならすでにご存知かと思いますが、これは1995年から続く人気のシリーズで、今回は記念すべき第10弾として全44アイテムが登場しました。テーマは遊び心のある機能性ということで、限られたスペースでも使いやすい工夫がされていて、日本の住環境とも相性が良さそうなアイテムばかりでした。ということで今回は会場で実際に見てきた PS コレクションのアイテムをサクサクとご紹介したいと思います。動画の最後には姫も登場しますので、ぜひ最後までお付き合いください。まずはこちらの一人掛けチェア。ゆったり広々した座面は厚みもあって重そうに見えるんですけど、実はこれ空気で膨らませるチェアなんです。だからこんな風に軽々と持ち上げられるぐらい軽くって、好きな場所に楽に移動することができます。エアクッションはいくつかに分かれていて、空気の量でお好みの座り心地に調整することもできます。残念ながら2017年には採用されませんでした。理由といいますのが、90年代に開発されたエアープロダクトが失敗に終わったことです。エアーチェアは昔 IKEA 一度失敗していたんですね。何度も試行錯誤や耐久テストを繰り返して、今回やっと納得のいく自信作に仕上がったと言っていました。空気を抜けばコンパクトになるので、パッケージも持ち帰れるぐらいのサイズ感になっていました。そして私が個人的に一番気になったのはこのチェアベッド。広げるとベッドにもなる 2way タイプなんです。サイズはシングルよりも少し小さいぐらいなんですけど、ポケットコイルを使用していて寝心地も良さそうでした。カバーは取り外し可能で洗濯することもできます。オレンジとライトグレーベージュの2色展開。まさに小さな部屋でもフレキシブルに使える PS シリーズらしいアイテムだなと思いました。そしてこちらは簡単に高さを調整できるスツール。ギザギザの機構が見えていて、仕組みそのものがデザインになっています。PS シリーズのコンセプトでもある遊び心のある機能性ってまさにこういうことですよね。スツールなんですけど、テーブルとしても使うことができます。お次は自由な座り方が楽しめるというチェア。前向きに座るのはもちろん、後ろ向きでも横向きでも OK。背もたれはアームレストにもなる仕様で、どの向きでも快適に座れる設計になっています。これはグリーンとブルーの2色展開。こちらもカバーは外して洗濯することができます。そしてこちらのフロアランプも驚きの機能でした。金属製なんですけど、このジョイント部分の調節が可能で、曲げたりひねったりして角度が変えられるんです。まっすぐにすればフロアランプ、90度曲げれば手元を照らすテーブルランプ、そして斜めに壁を照らすウォールランプにもなります。一つで何通りにも使えるっていうのは便利ですよね。細身のシュッとしたデザインで場所を取らない工夫もされていました。で、こちらはパイン材のベンチ。シーソーのように左右にゆっくり揺らすことができます。これもまさに遊び心のある機能性。揺れるベンチってやっぱちょっとワクワクしますよね。お次もパイン材でできたシェルフです。1980年代の名作を現代版として復刻したものだそうで、赤く塗装された小口がアクセントになっています。無垢材を使用しているので、使い込むほどに風合いが増して美しい経年変化を楽しめるということでした。そしてこちらもパイン材でできたベッドサイドテーブル。これは鳥の巣箱をイメージしたデザインなんだそうです。そう言われてみればなるほどですね。丸い穴の扉は手前に倒して開閉します。中の棚の奥にはケーブルを通す穴も開いていました。でこちらは折りたたみ式のサイドテーブル。畳むのも広げるのも一瞬でできるようになっています。片手で持ち運べるようにハンドル付きで移動も楽。折りたたみの小さなテーブルっていろいろ出ているんですけど、これはIKEAらしいユニークなデザインだなと思いました。
ユニークといえば小物もかなり個性的で、こちらの花瓶は耳がついているようなデザインになっていました。なんか人形みたいな可愛らしさが目を引きましたね。バリエーションは全部で3種類あって、小さいタイプは小物入れとしても使うことができます。でこの下のテーブルも PS シリーズで、小ぶりなサイズながら両側から開く引き出しがついています。カトラリーとか文房具とかリモコンとかね、テーブルの引き出しってやっぱ本当用途が多いんですよね。うちも引き出し付きのテーブルにすればよかったなとたびたび思うことがあります。はい、でこちらの椅子も遊び心のあるカラーリング。使わないときは畳んで壁にかけておけば場所を取らないし、なんかまるでアートのような雰囲気だなと思いました。はい、でこちらは壁に取り付けられるフック。バーチ材でぬくもりのある雰囲気ながら水色のフックがアクセントになっていて可愛いです。横に複数つなげて長いラックにすることも可能ということでした。フックは畳んだままでも使うことができます。で、さっきからあちこちにディスプレイされているこのマスクのようなアイテムは紙でできたウォールデコレーションです。もう IKEA らしい唯一無二なインテリアアイテムだなと思いました。こちらの時計もかなり個性的でユニークなデザインでした。潜望鏡をモチーフにしているのだそうで、高さはね38センチと割と大きめで存在感はあります。口コミを見たら時計の部分を外すと中は空洞になっているので、ちょっとした小物入れとしても使えるんだそうです。はい、でこちらのキャビネットは一見メッシュ扉に見えるんですけど、実はガラスに格子柄をプリントしたものなんです。実際のメッシュのキャビネットとは違ってホコリがたまらないというのがメリット。デザイン性と実用性を両立したアイディアとなっています。でお次は LED ポータブルランプ。これは USB Type-C で充電するタイプなので、配線を気にすることなく好きな場所で使うことができます。調光も3段階あるので、ベッドサイドとかダイニングとかその時の気分で明るさを変えられるのもいいですね。でこちらはラタン製のスツールなんですが、蓋を開けると収納にもなります。まさに家の中の細々したものを一気にしまえて便利。自然素材ならではの温かみもあって、リビングにも取り入れやすそうだなと思いました。カーテンやテーブルクロスにも使えるカットクロス、そしてクッションカバーなどのテキスタイルは鮮やかなインクが滲んだようなデザイン。これが PS シリーズのどのアイテムとも相性抜群でさすがだなと思いました。はい、そんな感じで今回の PS コレクション、気になったアイテムはありましたでしょうか。どれも他にはない IKEA らしいデザインと機能性で、見ているだけで本当楽しい気分になりました。ネットでも店頭でもすでに販売がスタートしていて、人気のアイテムは早めに完売してしまうそうなので、気になる方はぜひチェックしてみてください。はい、そしてちゃっかり夏のメニューの試食もいただいてきました。夏のレストランメニューは去年好評だったプラントボール、サーモン、サルサドッグに加えて、今年はサルサ&チップスとチキンレッグ特製ジンジャーソースが登場します。サルサは爽やかな辛みが後引く美味しさ、ジンジャーチキンはご飯が進むお味でした。デザートメニューは去年も人気だったマンゴーフェア、豆腐風マンゴー杏仁豆腐とプリンとパフェ、そしてなんと4年続いたマンゴーフェアも今年で最後なんだそうですよ。マンゴー好きな方はお見逃しなく。はい、で今回はあまり時間がなくて他の商品はじっくり見てこれなかったんですが、姫のお土産にトンネルのおもちゃを買ってきました。これはウートソットのプレイトンネル猫用799円です。姫も興味津々ですね。全長128センチもあって結構長いんですけど、白くてシンプルなので部屋がごちゃついて見えないところがいいですね。早速吸い込まれていきました。ちょっとの間は遊んだんですが、再びまったり。
猫ベッドにしては大きいんですが、まあ落ち着くみたいだし気に入ってくれてよかったです。はい、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでも参考になりましたら、いいねやチャンネル登録、ハイプで応援いただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。